エンジンパワー足りてますか？サブコンの解説とパワーテストをします。動画にチャプターつけてるので適宜スキップしてね。サブコンと純正のパワー比較もやります。果たして導入する価値があるんでしょうか？サブコンとは、エンジンコンピューターに介入してパワーアップさせるチューニングパーツ。プログラム書き換えやコンピューター交換ではなく、ポン付けでできるのが特徴。外せばすぐノーマルに戻せます。私が使ってるのはバーガーモータースポーツの JB4。JB4 はサブコンの中ではトップクラスにパワフル。でも監視もしっかりされて今のところトラブルなし。つまり、320i が 330i になるイメージ。320i はデチューンされたようなものだから、サブコンで本来のパワーが取り戻せるとも言える。328や330を選ばず、320と JB4 という選択肢もあり。青と紫は使わない。レインボーの配線をスロットル前の吸気温度センサーに差し替える。元あった線とセンサーの間にサブコンの配線を割り込ませる。カプラーを抜いて差し替えるだけ。茶色の配線はスロットルの吸気圧センサーに付け替える。センサーからも拾って監視しているのは安心。もし異常があれば介入を中止してくれる安全設計。黒い配線はアース。ちなみに私は320と328でエンジン型式が同じだから、サブコン導入前提であえてお得な 320i を選択。茶色と緑色の配線。これは OBD2 に接続する。ここから ECU に信号を出してると思います。OBD2 ポートは運転席にあるので、ここまで引っ張ってきて、この穴から運転席の OBD2 ポートにつなげる。運転席につながる穴はここぐらいしかないので、さっきの穴はペダルの上につながってるので、ここまで引っ張ってきて、この OBD2 ポートに接続する。JB4 のファームウェアは、未だにアップデートがリリースされている。エンジンはとっくに生産終了なのに、ファームウェアはエンジンを壊さないようにするセーフティーシステム等がアップデートされる。だから、なるべく最新版を入れた方が安全。まず、この基板と PC を接続する。Bluetooth コネクトキットがあれば無線接続できるけど、持ってません。だから、USB で有線接続するよ。車両のイグニッションをオンにして接続する。
更新前のファームウェアのバージョンは7。アップデートファームウェアを選択。ダウンロードしてきたファイルを選択。ファームウェアはここでダウンロードできる。これが完了するまで待つ。10分後。チェックまで完了したら、コンプリート。更新したらバージョン8になった。ちなみに、PC を接続して走行ログを取ると、こんな感じでモニタリングもできる。ブーストはかかっても15程度だったみたい。ぶっ壊れるほどではないですね。変更はインパネでできます。イグニッションオンにして、BC ボタンを長押しする。そうすると、左矢印が点灯して設定モードに入る。左側のメーターで0から7の設定項目を選ぶ。例えば、メニュー例を選択して BC を長押しすると、右矢印が点灯して、マップ値の変更に移行する。右側のメーターでマップ設定値を選択する。BC 長押しで確定。左右矢印が表示されれば完了。私はマップ2にしてます。ずっとマップ2でも壊れることはなかったです。スポーツプラスと AT モードで0100、0120を計測。パワーだけ比較したいのでシフトが自動の AT で、ローンチコントロールじゃないので本気ではない。路面は少しウェット、気温摂氏29度なので、コンディションはあまり良くないけど。まずは、マップ0、JB4 向こうの純正。続いて JB4 マップに0100で1秒16短縮、0120で1秒48短縮。最後に2つ並べて比較してみる。こんな感じで車を楽しむチャンネルやってます。いいね、チャンネル登録してね。ローンチコントロールと S モードにすればもう少しタイムは上がるはず。いかがでしたでしょうか。皆さんのサブコン選びの参考になれば